こんにちは、お待たせしました。先食券からお願いします。こんにちは、どうぞ。いらっしゃいませ。お待たせお客様で満席です。はい、ありがとうございます。お待たせしました。ワンタンチャーシュー麺固めです。もう一口目からやられました。美味しくって。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ハーブランドお願いします。チャーシューがめちゃくちゃ美味しかった。チャーシュー美味しかったです。お待たせしました。特製ラーメンになりますね。はい、どうもお待ちどうさん。どうもありがとうございます。1週間後のチャーシューの仕込みですよ。ウェットエイジングっていうやり方で塩漬けしたものを1週間くらい熟成させると生ハムみたいな感じになるんですよね。だいたい 2% くらいの塩つけてる。塩漬けして水分が結構出るんで、表面の水を拭き取ってリードペーパーでくるんでラップで密閉して冷蔵庫入れるんですけど、1週間くらいも毎日リードペーパーとか巻き直したりしてすごいめんどくさいんですけど、なんか全部美味しい方がいいじゃないですか、せっかくなら。44が2個と49が1個です。大変ですね。お茶どうぞ。寒いんで。基本ももとバラと肩ロース仕込んでいくんですけど、熟成が進むとタンパク質が分解されてアミノ酸に変わるんで、いらない水分が抜けた状態で旨味が詰まった熟成肉が結構美味しいんで、表面のトリミングとかして使えないとこ落としていったりするんで、ぶとまりは悪いんですけど美味しいんで、これが。
で、これはまあバラなんですけど、前日に冷蔵庫入れといて、ちょっと乾燥させて、ちょっと塩漬けしてあるんですけど。ね。今日のお肉はこんなもんですね、焼きは。一番大事な作業で、取れる骨の状態でだいたいその日のスープの状態が分かるんで、今日はだいぶいい感じですね。このげんこつと背ガラのみなんで、すっきり飲みやすい、女性の人にも飲んでもらいやすい豚骨ラーメンを作りたいって感じで、できるだけ豚骨の嫌な部分とかを出さないように、いらないカスとか全部取って、濃度感はありつつ、あんまりシャバシャバになりすぎない、バランスがいい系ラーメンというか、これはバラはこれから煮豚にして、丸骨がげんこつですね。強火で丸1日間。全然45あります。とりあえず10分やっ10分。じゃないって感じ。高円寺にある林丸っていうラーメン屋さんがあるんですけど、このラーメンめっちゃうまいんですよ。ワンタンも手作りで作ってて、作り方を教えてもらったんで、うちのワンタンは林丸直伝のワンタンになってます。ちょっと豚骨に合うようにニンニク入れたりしてアレンジはしてるんですけど、これ多い時で200とか包んだりするんですよ。
仕込みの量がやっぱ倍くらいに増えちゃって、今もどんどん増えてますね。これで1時間つけます。バッチリです。エビワンタンをこれから仕込もう。今日からの決定が。はい。これがうまくいったら今日からやるっす。これちょっと茹でてみて、うまい感じにいってたらやろうっていう。なっちゃったら失敗です。飛び出てきちゃったら。もうちょい。5000円お預かりします。三河屋製麺さん中太麺でちょっと短めになってるんですよね。逆切り麺でこっちがザラザラしてるんで結構太麺なんですけど短い時間で。よし。皆さん一回椅子下ろしていいですか？うん。皆さんエビ飛んできましたよ。エビが飛んでくるわけない。うまっ。よろしくお願いします。お願いします。お待たせしました。先食券からお願いします。
どうもそうです。3番さんです。お疲れです。せーの、固めですね。はい。熟成桃つるし焼き、バラつるし焼き、熟成肩ロースのつるし焼きとなっています。はい、です。エビ丼のワンタン麺、中盛りですね。はい、ゆっくりどうぞ。お願いしました。お待たせしました。のり玉ラーメン、味濃いめの固めになってます。はい、どうぞ。お待たせしました。美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。気をつけて初めてです。初めて。エビトンワンタン。今日なんか限定のやつをめっちゃ美味しかったです。はい、ありがとうございます。全部5枚にした。ラーメン前から失礼します。ワンタン。します。熱いの気をつけてくださはい、いらっしゃいませ。こんにちは。い。チャーシュいらっしゃいませ。どうぞ。特製とワンチャーが入ります。ワンチャー。ギアが置いてあるおにぎりです。いいよ。赤身です。一回全部置いちゃうんで。了解。テーブルと56で分けていきます。こんにちは、どうぞ。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。
もりたんも。チャーシュー麺お待たせしました。こちら特製ラーメン。ミニの。ございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。お気をつけてお帰りください。左から特製のエビとんこ特製ラーメンで特製ラーメンご注文のお客様から失礼します。エビトン。ほい。エビトン。ミトさん。ほい。これも普通。はい。エビ丼です。エプロンご利用の。私2回目美味しかったんで奥さんを連れてきましたとても好きなタイプの味でした東京の家系ラーメンだと塩味が効いたすごくビシッとしてるのが多いんですけど、まあ、すごく食べやすくてもう一口目からやられました。美味しくって、はいとても美味しかったです。すごい美味しかったです。そのお客様手前から2番目のお席、3番目お部屋置いてあるお席お願いします。違う。で、残りのタレをかけて。次に。ありがとうございました。おいしかったです。ありがとうございます。さあ、前の方から順番にお席食券からお願いします。いただきまお願いし赤松です。ます。はい。す。お疲れ様です。このままですか。うん。お願いします。こっちにどうぞ。また長い間お待ちしてます。また。こんにちは、お待たせしました。どうぞ。はい、12ハートランドお願いします。おーい。海苔。はい、どうもお待ちどうさま。熱いにお気をつけください。お待たせしました。特製ラーメンになりますね。失礼します。どうぞ。どうもありがとうございます。すみません、これ。お待たせしました。中盛りの特製ラーメンになります。はい、お待たせしました。びっくりだった。と、少なめ。ワンチャーとエビトンのワンタンもいきます。4丁いきますね。中盛。はい。はい、失礼します。すみません、大変お待たせしました。ラーメン中盛りですね。はい、ありがとうございます。
普段ニューヨークに住んでるんですけど、トライの雑誌が出て、そこでちょっと調べて、ものすごく美味しかったです。麺も美味しくって、スープと麺のそのバランスが結構よく取れてて、美味しいです。美味しかったです。リピーターです。リピーターです。4回5回ぐらい家族で来てて、だんだんと人気が出てきてね。でも家族でみんな大好きなお店です。すいません、ありがとうございます。一番奥から4番目。でも1週間前に熱出して。一応今、食券ご購入いただいて、その後お外でお待ちいただきます。49行きます。の方もう少々お待ちください。まもなくです。左がステーキ丼です。修行ごちそう。はい、お待たせしました。エビトンでワンタン固めです。どうぞ。お待たせしました。中盛りチャーシューいきます。3番さん固めです。そんなことどうもありがとうございます。チャーシュー。はい、チャーシュー。少々お待ちください。いいか、あんまりいいからな。お待ちお願いします。 7番でーす。お願いしまはい、失礼します。トークセラー。お待ちなさってください。はい、どうぞ。ありがとうございました。普通のラーメン、エビのワンタンのやつ。チャーシューがめちゃくちゃ美味しかっチャーシュー美味しかったです。た。チャーシュー丼みたいなやつもめちゃくちゃ美味しかった。で、めっちチャーゃうまかった。シューがとにかく美味しかった。切り落としのやつもな、うんうまかった。ぜひ食べた方がいい。美味しかったです。ありがとうございます。初めてです。ちょっとあっさりめだけど、かなり美味しいですね。豚はしっかりと感じて。大ライスが1個入ります。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。大盛り出るよ、テーブル。大盛りお願いします。テーブル行きます。柔らか。はい、おじさんどうもありがとうございます。おいですよ、どうも。体に気をつけて、ラーメン大根。お疲れ様でした。パッタパタの頃からずっと来てて、今日はエビ豚ですね。限定は必ず。万人に愛される豚骨。たくまさんとこのラーメンは基本みんなおすすめなんで。はい、スイーツの月見なんですね。お待たせしました。ワンタン麺になります。どうぞ。ありがとうございます。どうもありがとうございます。下の前でお待ちしてます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。お好みは麺固めで、片失礼で、はい。火をお持ちするんでお待ちください。
瞬間に走ります。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。お待ちしてます。お待たせしました。ワンタンチャーシュー麺固めです。チャーシュー一番下のものから順番に熟成のもも、つるし焼きのバラ、煮バラのせいろ蒸し、一番手前熟成の肩ロースになってます。気をつけてお帰りください。ありがとうございました。すいません。こういうラーメンは作り始めてどれぐらいになるんですか？今12年目くらいですかね。まあもともと僕その家系ラーメンが好きすぎて通い詰めてたらそのラーメン屋で働いてたってパターンなんですけど、3年目くらいから店長を任せてもらって、で7年くらい経った時にそのお店になんかトラック突っ込んできたんですよ。しばらく営業できなくなって独立してやろうって決めて、立川の方にバッタバタっていうお店が1店舗目にあるんですけど、その独立した日が緊急事態宣言みたいな、その中でもお客さん結構並んできてくれてて、ちょっと泣いちゃいましたね、一人で。最初一人だったんですけど、なんかいつの間にか社員とかも増えてきて、給料もっと上げたいし、やりたいこともどんどん増えてきて、今年こっちでオープンしたんです。ずーっと同じ豚骨ラーメン、家系ラーメンばっか作ってて、豚骨っていう刀一本で勝負してます。まだまだ研究中ですね。もっとなんか美味しくできるんじゃないかなと。やってることは変わんないんですけども、12年間やっててもまだまだ全然わかんないです。毎日発見ありますね。